はい、こんにちは、サモンです。今日はバレンタインだったんですよね、前。だからそのバレンタインの話をちょっとしようと思います。韓国も日本もバレンタインデーっていうことが2月14日にあるから、同じ日に同じ文化っていうか同じことがあるから、それが違いがあるかなどうかがちょっと気になって、前に僕が参加している日韓交流会で話してみたんですけど、同じだけどちょっと違うそういうのがあって、韓国のバレンタインデーについて話すると思います。バレンタインデーとか韓国は何々デーっていうのが本当に多いですけど、日本のバレンタインデーって言ったら恋人にもあげるけど、友達にも義理チョコっていうのを作ってあげるとか、すると僕は聞いたんですけど、韓国は本当に友達にチョコあげるのは本当に少なくて、その時は告白する日とか、恋人に、韓国は女の子が男の子に、好きな男の子にあげる日ですけど、そのためにチョコをあげる、告白とか恋人にあげる、そういうのがもっと大きいですね。それでその交流会で聞いたのは、日本は作ってあげる、チョコを作ってあげるのが多いって、聞きましたけど、韓国はあんまり作ってあげる人がいないかな。やっぱり時間もかかるし、いろいろがあるからかわかんないんですけど、作る人はあんまりないし、普通に会社からの売るチョコがいっぱいあるんじゃないんですか。だからそういうのをちょっと買ってあげるのが一番多いです。マートでもデパートでも行ったらチョコがいっぱい売ってるし、学生ならその普通のマートであんまり高くないチョコを買って、そのボックスとか買って、その中に入れて、ちょっときれいに作って、それをあげる感じ。ただのチョコをこうやってあげるのはあんまりないけど、一応作るじゃなくて買ってきれいにしてあげる感じなんです。大人になっても値段の差がちょっとあるだけ。そしてバレンタインデーって言ったら韓国は、それだけなので、そんなに好きな人がいない人とか恋人がいない人だとしたらそんなに大事な日がない、日じゃないから、今日バレンタインだったっけになることがちょっと多いですね。今日も僕も今年は周りからバレンタインもらったとか、そういうことを聞いた前には、今日はバレンタインだったっけとかちょっと思ってたから、そんなに恋人がいない人とか、好きな人がいない人にはあんまり関係ない日だと思います。そして僕男の子だから、男はもらう日だからもっと関係ない日だと思います。そしてバレンタインデーっていうだからそこまでなんですけど、韓国は本当にデイ文化が多くて、なんでかわかんないけど、韓国人も知らないデイが本当にいっぱいあります。14日、毎月14日に何々デイ、何々デイがいっぱいあって、2月はバレンタインデイ、3月は日本もあると聞きましたけど、ホワイトデイ、があるし、4月はブラックデイって恋人いない人、一人ぼっちの人がジャージャン麺っていうその黒色のものを食べる日で、その5月14日はローズデイってバラをあげる、それも恋人的にバラをあげる日で、その次も6月、7月、8、9、10、12月まではありますけど、有名なのはここまで。だからそんなに大事な日じゃないかもしれないです。逆に日本だったらクリスマスと比べても同じぐらいの大事な日だと聞きましたけど、皆さんどうですか？でも韓国と日本が同じお祝いする日があって、似てるのは本当に楽しいですね。僕が韓国じゃなくて日本に行ってもそのデイを本当に短かった動画なんですけど、今日はバレンタインデーだったし、そういうのもあったんだと思って動画を撮ってみました。皆さんどうでしたか？僕が知らない日本のデイ文化とかあったら、ぜひ下のコメント欄に書いてください。この動画が面白かったらチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。
そして僕インスタグラムをやっているので、インスタグラムをぜひフォローして僕とお話できたら嬉しいと思います。なら次の動画でまた会いましょう。バイバイ。